Down over the last 4 days by almost 6 full percentage points on the S&P. Was softer again. We're down 6 or 7 tenths of 1%. On the Nasdaq 100, we're down 9 tenths of 1%. On the Russell, percentage point. That's your opening bounce. Switch at the border, get to the bond market. Yields higher. Jobless claims better. Claims a downside surprise. That's what you want to see. Maybe not what the Fed wants to see, and that's the problem right now. In the equity market, yields up 6 basis points in the bond market on a 10-year, 325 on 10s. On 2s, had a little look at 350 a little bit earlier on. A look at the dollar strength out there. Euro dollar, negative 7 tenths of 1%, 99.85. Even with a long list of banks teeing up a 75 basis point rate hike next week on September 8th. Crude's lower by about 2 full percentage points, $87.72. 30 seconds in, that's the cross-asset price action. Down about 6 tenths of 1% in the opening bell on the S&P. Let's get you some movers. We can do that. Hey, John, well, it's already shaping up to be a bad day for the chip sector after the U.S. limited sales to Russia and China, of course, on security fears. NVIDIA did say that could cost the company $400 million in sales. 32分になっちゃった。ごめん。NVIDIA got limited licenses こんばんは。どうも。 China, but still a bad day for the stock, already down 5%, bringing down the likes of Broadcom as well to about 2%. Keep an eye on Broadcom today because they report after the bell. こんばんは、どうも。9月1日木曜日夜になりました。ちょっと遅れてます。ごめんなさい。皆様元気でしょうか。9月ですよ、先生。9月ですよ、先生。うるさいな、俺も。昨日から言ってるじゃん、9月になるって。9月ですよ。もう暦の、あれ、季節は何？秋だよ、秋。夏はもう終わり。夏は終わりなんだけど、まだね、蒸し暑くて今日もなんかもうすごい嫌な感じだった。ムシムシ、なんか雨が降ってるしね、東京は。降ったりやんだりで、こう、むわーってくるやつ。でしかも蚊が多いしね。もうちょっと涼しくなってほしいなっていう感じがしますけども、残暑が続いてるっていうことで、まあでもね、一応もう夏も終わりっていうことで、少しは、なんだろうな、こういうことも、ね、これからもう涼しくなっていくから、最後の夏を満喫するっていう意味では、いいのかななんて思ってますが、皆様、どんな感じでしょうか。ピース。しかももう木曜日で明日金曜日っていうことで、金曜日、雇用統計。ねえ、8月の雇用統計。出るっていうことなんですけども、今日の新規失業保険件数は、低かったから、フェッドにとっては高い数値を求めてたのが低かったんで、マーケットはそれに嫌気して、金利がちょっと上がったんだよね。そういうこと？他にもなんか指標あったっけ？なんかね、いろいろあるんだよね、細かいの。とにかくフェッドが好むような数値じゃなかったっていうようなね。しかしこれってなんか週に1回出るからさ、そんなね、結構変わるし、そんなんで金利変わるってすごいね。だから、ちょっとこう、マーケットに対して、少しこう、なんていうの、敏感になっちゃってるのかな。で、9月は、ボラティリティが高くなるというか、株にとってはあんまり良くない月だっていう。で、トピックスと、日本のトピックスと比べたときに、S&P とトピックスを比べたときに、トピックスの方がいいんだって。ずっと。トピックスのパフォーマンスが S&P のパフォーマンスより良くなる。それがセプテンバー。それぐらいアメリカの株はちょっとね、難聴になるっていう話なんですけど。ただ、なんだっけ、明日出る雇用統計の値があんまり、だから予想よりも低いんじゃないかってこと？
クーリングオフされてるっていうぐらいですから、件数が低くなるのではないかっていうことを政府関係からなんかそういった情報がもう出てるということで、ということはまあ予想より低かったらこの相場またね株買い戻し期待が膨らむわけですよ。ね、だから結構下がってるからね、アップサイドリスクっていうのも一応考えた方がいいですよね。というわけで今日の動きは意外とね大事かもしれない。途中でリバウンドするような感じであれば、そのまま明日まで続くのかなと思うんですけども、なんせこう9月に入ったんで、気持ち的にアメリカ人のね気持ちがこれからガラッと変わる。で、まだね休みから戻ってきてない人も多いんですって。レーバーデーもあって、レーバーデーね、月曜日休みでしょ。だから、レーバーデーを終わって、それでもう、終わってから会社に出て、ファンドマネージャーもみんな、トレーダーもみんな集まって、そこから9月の投資をどういうふうに考えるかっていうのを考えるらしい。だから、今週はまあこんな感じなんだけど、来週からもっとね、ガラッと変わるんじゃないかっていう。だから、レーバーデー過ぎた後のマーケットは非常に変わるっていうのはね、都市伝説かなと思ったんだけど、都市伝説じゃなくて、都市伝説ではなくて、これは本当に季節的要因があって変わるんだということらしいです。今見てるのがこれ金利の方ですね。これ10年国債金利見てますけども、一回こうパコーンと上がってで下がった。ちょっとね下がったっていうかまあちょっとねまた戻ってるけど、この間がどれが動いたのこれ。0.1、0.2、もうこの10分で 0.02、10分ぐらいでも数ベースポイント国債が動くってすごいよね。それぐらいなんかこう緊張感が走ってるっていうかね、マーケットは気にしてますっていうことです。ということで9月に入りましたので、今月もよろしくお願いいたします。YouTube の人たち、ブンブンハロー YouTube ユレーナスさんどうもこんばんは。ケイラルさんこんばんは。テイさんイエーイだったよ。もうね元気だよね。いいね。スノーマンさんこんばんは。無名の IT 選手こんばんは。キーツァンネさんこんばんは。どうも。MK さんこんばんは。シバさんこんばんは。はい。お、45分指標ある。ごめん。ちゃんと見ないと。何それ。製造 PMI と IS、そう。あります。その話をしろって、そうだな。まだ蒸し暑くて、みたいな、そんな話でどうでもいいっていう。そういうことですね。失礼しました。はい。じゃあ、これを開けなきゃいけないか、これ。Yeah, that certainly sounds fun, Jonathan, and I'll be sure to send you and the team a ticket as well on the boat. But what I would say is a number of things.
right? First, we have to get some more なんだっけ capitulation これじゃ in なか terms っ of the た earnings あ picture れ lower, right? 止まっ We've ちゃってる only ような seen 23先生。 consensus sell side earnings off 2%. もう今 And 出てきた。 look, the reality is maybe some of the buy side is already there, but we expect those numbers to 早 trend く、あ over れ over the next quarter or two. So that's number one. We want to see a more reasonable and achievable level in earnings given this slowdown. The second thing I would say is, look, I think everyone is myopically 4分 obsessed with the Fed, whether it's 50 or 25, ISM 50 or Manufacturing New 75, Orders これね etc. これ I ね think はい folks were too optimistic on a pivot coming earlier this year. Look, if we get a more dramatic ちょ economic っともうちょっとこ pullback う into the beginning of 23 and the Fed eventually does pause, that's a 今こ potential うこれがミニ additional condition to get more optimistic. And then どうなってんのこ lastly, れ Jonathan, 一 and I 回 think 下がっ the global てちょっ picture, I と think, 上がって look, given 何 the を news this 何を morning, 期待してん given の updated 数字が弱いっていうことを期待してんのこれ lockdowns in major cities in China, given continued inflation pressures in commodities from the Ukraine-Russia stalemate, ちょっ look, と the global pressures 動いちゃっ maintain た a よこれ huge か overhang あ over risk assets. And so were も we うちょ to っと see 上だ any relief politically in those fears, that could also be obviously an upside surprise. Dan, a lot to unpack there, and let's start with earnings. Earnings is the big focus for you. You mentioned that a moment ago. Mike Wilson's been on top of that too. Earnings, in a way, have been flattered by what's happened with the energy industry. これね Energy earnings have been これ so を見てるのか tremendous. Where do you think the earnings risk ISM actually lies? Where do you think 予 it's 想 going to が be concentrated, that weakness that you're looking for? フォーカス52 in the coming 前回 quarters? 52.8 Really excellent point, Jonathan. でもこれ And that is 23じゃん absolutely true. If you X out energy, 45分でしょ month estimates actually came down これか about 5%. ごめんなさい So you're right, energy is グローバル a マニ little ファクチャリング flattered the overall PMI picture. In terms of the risk, we're 海外 very のスペースでは focused 雇用統計 on とレーバーデー明け idiosyncratic で話題ですか over-earners over the COVID そうだね。あとは pandemic 9月は period, right? 9月は So ちょっ when とね、 you look at 悪い areas 月 like なんで、 metal, やばいっていう metal, ことも言ってま auto, すね。 semiconductors, あ these are some areas that had really unique benefits during エ that ラーが period. 発生し、な Where んだ we're よ。 actually seeing not only costs continue to be エラー higher, なんていうのはいら some ないです。 geopolitical issues on supply, but demand now, right? And some of these issues cyclically might come under pressure. So those are some of the issues, some of the areas, some of the subsectors that had benefited in the last あ several とどれぐら years い that may be at 2分 more か。 kind of particular で risk も、ほら、 from 金利下がってるから margin ね。 degradation going forward. Dan, do you worry that you might be a little bit too early? Just looking at the jobless claims numbers we've seen とい earlier うこ this とは morning, 何 2/3. ?ISM のあれ Do you が、 worry that maybe actually あ、 this is a PMI story が for next year and not later this year? I think it's a fair 悪いんじゃ point. ないかっていうこ I と would just say, look, 予想 in してるのみん terms な of。your whole dialogue earlier this morning in terms of bad news, whether it's good news or bad, and I think that the takeaway is, look, when you look at the trends just this グ morning, ッドニュースが in high バッドニュースで、 growth バッドニュースは stocks バッ are ドニュースなんだっ moving て。 lower. And that's because the read through なん of だ the よそれ。 stronger job update was that the Fed is going to go 75, right? So the pressure on that high growth cohort reasserts itself. And so that's a big deal, right? Because as you know, and everyone has talked about, growth is such a big part of the U.S. index. これでも遅れる時もありますの much で、 harder for that U.S. index あ to と1分 kind か。 of fight its way higher. 1 So 分で as 決ま long る。 as growth is still kind of leading one of the troubled areas near term, 一応ね、買いなんだよ。 index to fight through あ that. の I think this morning's ミニ dialogue's been 1500 枚。1500枚ってのはあれか。150枚だもんね。 whether it would sink, Dan, given 大 all し the たこ bad とない news で we've すね。 seen. Dan Skelly's going to stick with us. Coming up, the job cuts piling up in corporate America. When I look at the payroll report coming out tomorrow for August, I would expect a significant slowing in the pace of job growth versus July. 3M, the latest firm to announce job cuts. That conversation up next. ココナッツ大好きさん、こんばんは。どうも。あと20秒ぐらい。前回 52.2、予想が 51.3。今回はどうか。ね、S&P グローバルマニュファクチャリング PMI。いつの大体8月の7月のヒロさんこんばんは、どうも。あそこの統計低いって噂が出てます。そう、だから低い。あんまりね、噂っていうかもう、政府がそう言ってるってよ。政府がもうそう言ってるんで、だからね、おしめ買いみたいなのがあると思うんですけどね。PMI 出てこない。51.1、51.5。
どうもありがとうございます。51.5 らしいです。はい。予想よりも高いじゃん。はい、ダメ。でも、金利がさ、そんな動いてない。ね。これで見ると、ちょっと上がってきた。緑になってるね。低かったら上がるの、それはだって、雇用統計が悪いってことは、ね、雇用統計が悪いってことは、金利をそんなにね、上げなくてもいいでしょって話になってくるから。そうすると、株は上がるわけですよ。だから、バッドニュース is good news ってそういうことでね、バッドニュース、バッドニュースっていうのはその指標が予想よりも低かったら株にとってはいいですよ。っていうことなんだけども、指標によっては、悪い指標はそのまま悪くて株が下がるっていう見方もあるらしく。難しいやな。でも、雇用統計に関しては悪かったらそれなりに株にとってはいい好材料になります。ということ。なぜかっていうと、それを、フェッドの人たちがそれを見てるから、ね、それでもって金利を決めていくからです。単純に考えてね。ただ、本当に見たいのは CPI だよね。雇用っていうよりは。CPI の方が、マジでインフレの率が出るから。雇用統計が悪いとドル安へ株高債券安でしょ。雇用統計悪いと、そうだ、債券高なんじゃないの？金利がどっちかって言えば下がる方だから。で、株高、債券高。The data backs a lot of this up ahead of payrolls Friday. But looking at some of what corporate America is doing right now, you get a different picture. 3M the latest, joining a growing list of companies cutting jobs and telling Bloomberg the following. The business can't avoid this tough necessity, adjusting to the challenging macroeconomic. そうだから、ドル安株高債券高だと。債券高っていうのは、金利が下がるから、債券価格が上がるっていう意味だ。さあ、先物は640。反応が遅いね。そんなもんこれ出てないし。反応が遅いんですけど、先生。そんなにね、individual issues affecting this company as well. I think what matters for our investors is you take a look at what has been one of the worst years now, going back since 2008. You're off about 30% or so. So this is a company that, yes, すぐには出回らないんだよね。そのライブフィードを持ってる人って限られてる。As well. Take a look, though, when it comes about job cuts, and I think what the economists are trying to sift through is you're getting some job cuts, but then you're getting jolts that are showing that there's still massive job openings. So what's the data that we look at? And the jobless claims, as Mike McKee knows better than anyone, shows that maybe things aren't so bad. So you tell me. And we'll see in payrolls tomorrow. Taylor, thank you. 298 is the estimate tomorrow for payrolls. じゃあ、チャートの方見ましょうか。はい。見てこれ、凄まじい動き。
これがでもね、ラージなんだよ、これ。ラージでこの動きね。一応緑なんで、ファンを買ってるのは確かね。ただ、ここ気になるね。610円。1021枚もトレードされていて、しかも売り越し。ということは、1000枚あるからね、それなりにちょっと、ここ割ってくると、インパクト的に、まあね、80円ぐらいあってもおかしくないのかな。だから500円台にまた入っちゃうかもしれませんけども。これ弱いね。この動き。で、最近私は気になっているトピックス見る。トピックスこんな感じ。はい。で、これが売買動向、トピックスの銅。一応買い、263枚買い越し。で、すごい気になってるのがこの、1930以下いったでしょ。あんま良くないね。全然商い少ないんで、それでそのまま反発したんだけども、なんかこの領域をちょっと試しに行ってるっていうのは良くないね。試しに行くっていうことは、そこをちょっと考えてますよってことだね。あとはノートの方でその既存の出来高棒グラフを見ると、グラフがこうね、赤くなってるんですよ。その領域にちょっと入ってるんで、そこはちょっと危ない。で、そのまま下行くと、1922から下が超薄商いなんですよ。だから1922行ったらもう終わりです。トピックスはね。で、それにつられて日経も売られちゃうのかなと思ってますんで、今夜だから1922行っちゃったらもう明日は。で、そこで下がったらまあ、雇用統計ね、悪いっていうことでしたら、まあ、ちょっと救ってもいいのかなと思うんだけど、すごいあれだよね。短期的なリスクをこう、ちゃんと取って、自分の責任でエントリー入れるっていう感じがしますね。で、利確できると思ったらもう、すぐさま利確して逃げると。あんまりずっと持っちゃいけないですね、これ。9月の海外弱気ですか？そうです。弱気ですね。結局、あれですよ、まあ、欧州もそうだし、特にアメリカなんだけど、夏休みが終わって子供が帰ってきて学校が始まって、ね、日本と違って夏休みっていうのは3ヶ月ぐらいあるから、気持ちの切り替えをガラッと変えないといけないんで、そこでかなりギャップがあると思うんですけども、9月に入ったらもう年末に向けてしっかりやらなきゃいけないっていう、ね、モチベーションを変えなきゃいけない。そうすると、やっぱり引き締め感があるんで、ね、気持ち的にね。だから、もう儲かってる株はもう売っちゃおうとかね、そういう感覚になってくるんで、ファンドマネージャーもお客さんと話すときに、ね、ちょっと株調整して売りましょうっていう話持ちかけると、そうしましょうっていうふうにね、なるわけですよ。それがみんなそういうふうに思うと、みんな売ってくるから、でそれを気にしてるわけですよね。そう。ただの都市伝説ではないってことですね。季節的要因があるっていうことかな。会計上、ね、そういうのがあるらしいです。こういう統計の平均時給も大事ですが、インフレですから、そうね。2年債を売ってるのに2年債の利回りが上がる。12月切りですか、ショートしました。モスキート株さん。なるほど。For the monthly performance we saw last month from sterling, the weakest month, going all the way back to 2016. From New York, your trading diary. 5分で ISM。5分で ISM。
やっぱり予想よりも、これまだ出てないんだけど、予想よりも高かったから、ね、ISM もそうだと、やっぱちょっと良くないか。ね。でもなんかさ、金利下がってんのこれ。下がってんだね。ただ、あっちの方はどうなの？ S&P インデックス。もう11時なのか。ちょっと待ってね。これダメだね、でもね。こんな下がって。おい。動け。上に行け。マウスが滑る。こんなところにいるもんね。もうケルトナの下行ってるじゃん。だからまあ、売られすぎっちゃ売られすぎだよね。1時間足だけど。Equities down. Here's the trading diary. ISM manufacturing at the top of the hour. Fed speak from Bostic, 3:30 Eastern. You hear from the president at 8 p.m. Bit of data coming up tomorrow. The main event is payrolls. Payrolls Friday from New York. Thank you for choosing Bloomberg TV. これからの指標も全部ね、あると思いますよ。うん。多分みんな全部見ると思う。指標で変わってくるっていうから。しょうがない。おーし。これ見てくれ。これだ、これ。ISM 製造業、購買担当者、景気なんだからかんだか。日本語に直すと長いね。ISM でいいですよ、そんな。ね。マイさん、こんばんは。さあ、これカウント、すごいでしょ、これ。カウントダウン入ってるかね、これ。あと1分18秒。あ、失礼。ISM、ロイターの調査ですと、52、前回が 52.8、今回は8月の指標です。あと1分内。もうね、もうじゃんけんの世界だ。じゃんけんぽいあっち向いてほいだよね、これね。じゃんけんして勝った時にあっち向いてほいやって、それも勝たないといけないっていう。マーケットがどっちに行くか、あっち向いてホイやったときに、そのホイで負けちゃうとかね。だから、指標を見て判断した方がいいね。後で、マーケットを見て判断するってこと。お、すごい赤くなった。うわ !52.8 高い。52.8。52の予想に対して 52.8 高いです。ダメ。終わり。ISM 製造業価格指数っていうのが出てるんです。これが下がってるのか。55.5 に対して 52.5。あ、でもこれ高いよ、これ。
製造業、雇用指数、ISM 製造業、雇用指数、ね、8月のやつ、49に対して 54.2。雇用が多くなってるってこと？ダメじゃん。52.8。はい。そうです。その通りです。ちびたさんこんばんは、どうも。これはあれじゃないですか。ちょっと、いかん。良くないですねって感じしますけども。金利どうなの？さっきの US ガバメントボンドは。あ、ちょっとでも下がってますよ。まあでも先に上行ったって感じだよね。全部ひっくるめて。ギャップ開いてるし、これ。窓開けて下行っちゃってるからね、これね。まあちょっと行き過ぎっちゃ行き過ぎなんですけども。さあ、日本のマーケット、クロトピックス、ミニ行こう、ミニ。もうミニはね、あれだね。素直にこれ、15分足の雲を素直に上行ったんだけど、打たれて下行って、そのまま素直に下行くね、これね。The previous month of July, 60, so significantly below what we saw versus July when it comes to prices paid, Alex. Yeah, this is a really good report. New orders also coming in stronger, over 50 now, 51.3, and employment super strong, 54.2. エンプロイメントスーパーストロング言ってるよ。雇用がスーパーストロング。それは良くないです。それはあ、やばい。なんか俺ロングだったような気がする、どっか。ダメだ。いやもうヘッジに任せよう。だからこの仕事じゃないけど別にYouTube やって自分のポジションがね忘れちゃってなんかやばいことになるんで気をつけなきゃいけないんだけど。I think the fact that demand came back and started to expand a little bit is in line with the fact that lead times softened slightly too. And as you saw that prices number come down pretty dramatically, we're now at pretty much a supplier-buyer balance in terms of price structure. Production is but I think the fact that employment gained to 54 and that 8 out of 1 of our companies are still hiring. They're finding it easier to hire. The conditions to hire and keep people on the factory floor are improving.Is a real positive, and you know the sentiment on demand was positive versus last month 6-1. So everything looks good. I mean, supplier numbers. So if you go back 3 months ago, suppliers started to deliver. 差し値で入れた売れね。And 2 months ago, we saw prices come down pretty dramatically. ちょっと待って。And now this month we're seeing employment. 差し値する俺がいけないのか。成り行きで売れって。It feels really good. I think the reason the production number didn't expand faster is because of the Oh my God! 下がら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 。You know, we got those suppliers delivering better. I'm expecting September to be a pretty good month. Give us a sense of inventories then. There have been some concern from some corporates, of course, flagging the build-up of inventories. Is that one kind of fly in the ointment at this point? Well, I think I'm not sure I'm going to be overly concerned about it. We have a lot of supply managers now. I think about 18% of my headline comments were concerned about managing the total supply chain inventory, meaning they all have extended orders out there. They know it's going to be a day of reckoning.That's why we saw new orders weaken in the last couple of months. So they're really looking at a cash flow management situation, knowing that at some point there could be a more dramatic slowdown.
ちょっと上がってきたからいいや。すげえ人超えてるし。すいませんね、皆様。ごめんなさい。I just want to get a little bit more detail on the prices lower. Do we get a sense of if that's transitory or in that inflation was transitory on the upside? パニックするわ、それ。Or is it a result of, say, some demand destruction too? いや、今日ぐらいね、ちょっとね、お尻が入るのかなと思ったんですよ。明日のね、雇用統計が悪いっていう話だから、それに先駆けて、マーケットは、ね、リバースするのかなと思ったら、そんなことはないね。容赦なく来るね、これ。やっぱ9月だね。9月相場に入ったって感じbarrel costs in the fall and at the end part of the year. Outside of that, I think we're on our way back to something more normal. I think we're seeing that balance. I think we're really close to equilibrium. You know, it's almost impossible to say that we're not there. We'll be in equilibrium for about 2 seconds. まあいいや。そんな感じだね。もうね。もう終わり指標終わってくれた可能でしたらポジションどっかに書いてみたり表示してみたらどうでしょう。リスナーが応援してくれますよ。ポジションどっかに書いてみたり表示してポジション俺いろんなの持ってるからさ無理ですポジションこれだけじゃないからそうしっちゃかめっちゃかなってますねすいませんさっきのねヘッジのヘッジだからヘッジに対するヘッジなんで大丈夫ですはいさあ、ここはどうなのこれ。今、じゃあミニがね、688枚の買い越し、ラージで言うと68枚の買い越しだけ、はい、ラージは、ラージは965枚の買い越しなのなんじゃこれ。And I gotta say, the market is fascinating in what it's doing right now. ラージは堅調なんだ。ね。The 30 years up by about 10 basis points. The dollar shoots higher, but equity is on the low. You have a really good economy right now. You have a solid number, and this is the reaction in the market. It's truly fascinating. What we're seeing in this also bear steepener here. お疲れ様です。お大事に。I mean, I hate to take you outside your lane a bit, Tim. ね、it feels like good news becomes bad news for the market, and I'm wondering, like, how do you understand that? Like, when you look at the data and then you look at reaction within the market, does that make any sense to you, sitting where you sit, talking to businesses? I can't rationalize what happens in the market. でも弱いね。さっきの売れたの大体。ちょっと待って。売れてた。はい、ありがとうございました。Again, we're not, we're not getting to 60,000 feet, but we're not coming crashing to the ground either. This is where we want it to be, supported by prices being close to 50. I mean, that's the appropriate tension. Supplier deliveries at a low 50 number. これでもね、下来てるよね。で、このラージがなんでこんなに買われてんのか。978倍。そうですか。レンジ合ってるよね、これね。Tim, 54.2, you've touched on this. Employment, you've talked about the fact that the jobs situation has improved. They're filling some of those roles. Is that because they're increasing wages? How much of the wage growth is part of the play here? Or are they able to attract workers into these businesses without having to radically increase pay packages at this point? 620円でしょこれ600等円割ってくるとちょっと先生気をつけた方がいい天然ガス貯蔵量ポステックさんのスピーチ
everything they hear in the media is that there's going to be a recession. Okay, you say it long enough and people will believe it, and if that's the case, they're going to stick with their employer 天然ガス。 because of the seniority issue and the relationships with their bosses. それ So どこ that で could 見 be たらいい part の of か it な。 too. It's hard to put my finger on it, but I know the ability to hire is better. The amount of people quitting is less. The staffing, as you can see in the employment number, is better. I expect a production なんか number で now も to 徐 jump 々 back に下行 up. ってるね、 And, これね。 you 先 know, 生。 I want supplier deliveries to stay where it is. Inventories staying at they are would be good too. So I think I'm hoping we're in a prolonged run here, at least 6 months. ドルが最強強い。そう。だから結局、何 Tim, it's always good to get your perspective. 金 Really 利を上げ appreciate な you きゃい catching け up な with い us. We っ have to てい let う you こ go. と You know, か。 you got to ね。 run to do the call here. Timothy Fiore, chair of the ISM Manufacturing Business Survey Committee. Just to reiterate there, I mean, really, really solid number from the ISM and the Bloomberg Dollar Index hitting a record high now as a result, surpassing the high that it saw back in July. ISM coming in 52.8. Prices paid also slowing a little bit. Employment super strong. スーパーストロング言ってるじゃん。For investors, what can investors buy Super, except for the super dollar? strong. Is there anything else? It is our question of the day, and we'll be talking なん to か Sean McElligott of Nomura Securities next. This 下がってきてる。ちょっと待って、これ。おー。見える。Bloomberg, we believe in the power of ideas. これが、 That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. これがラージ。 It's a community of global leaders and innovators. ラージ、買い越しがだんだん減ってくんじゃないこれ。それでも966万円の。買い越し。うん。じゃあ、問題のあれ、トピックス見ようか。先生、よくないですこれ。あー、これ1930来てんね。ねえ。で、1930から下が、その既存の、今までのね、既存のその、出来高棒グラフ見ると赤いんですよ、ずっと。っていうことは、売られやすい地合いに入ってくるんだよね。痛みを伴う金利上げそう。でも、インフレを抑制しなきゃいけないって、フェッドの人が言ってましたから、ね。その、資産がどうのこうのってのは関係ないと。ね、株がどうのこうのはあんま関係ありませんので、っていうふうに言ってたんで、それなりにバシッとやってくると思いますよ。うん。厄介なのは、パウエルさんが、ちょっと言ってることやってること、ちょっとね、コロコロ変わるんだよ。で、この人もともと、昨日言ったっけ？もともとこの人は、弁護士かなんかでしょ？弁護士での人。弁護士だから、弁護するのは上手なんだよね。なあ。だから、大丈夫ですよ、みたいな。弁護するのは大丈夫。だから、バシッと言わなきゃいけないのとこを、弁護しちゃうんだろうね。マーケットでも何でも人でも。それをだからちょっとね、トレーダーらしく、いや、もう問答無用でもやりますよ、バーンって言わないと、向こう、市場は分かってくれない。US の株が落ちてきたね、0.41。やっぱあれですか、9月からちょっと変わってくるっていうことですかね。ほら、グッドニュース、バッドニュース、バッドニュース。グッドニュースはバッドニュースで、バッドニュースはバッドニュースで、だからワーストニュースがグッドニュースなんで、とことん悪ければそれなりにフェットも考えるっていう、そういう発想。金利が先に動いちゃったから、株が難聴になって、でも指標とか企業業績にまだ反映しなかったから、それでマーケットを戻したんだけど、これからは企業業績が影響を受けるから、次の業績発表に注目
が集中すると。で、いろんな企業が見通し悪いですみたいなことをみんな言うようになったら、それがもう本当に売りが入ってくるっていう話ですよ。いろんな人が執筆するのに下げてくる。そうだね。みんな言ってることがもう全然ね、バラバラになってきた。でもちょっと待って、これ見て。うわ、今、飛んだでしょ、これ。トピックス下。普通のマーケットでこれギャップを開けたんだよ、これ。すごくね。トピックスの方がなんだな、薄商いだから動かしやすいのか。CTA としては。仕掛けやすいよな。こんな動きしたら。私が気にしてるのは1922ですからね、皆さん。1922。狙いで見ること。なんでですか。1922下行ったら、既存の、今までの、だから、ずっと上がってきたじゃないですか。7月後半、8月、パーンと上がってきて、強いなって言ったでしょ。その過程において、1922までが結構薄商いなんですよ。で、そこを割ると薄商いなので、下がるときに余計早く下がるってことです。わかるそれ。27500。そこら辺なんか大きなオプションかなんかあるの？なんかツイッターでありましたよね。27,500円。それもあって、そこを割ると、やばいと。今 NT、そうだ。先物ベースの NT って誰かわかります？ NT。14ってなんちゃらかんちゃらだと思うんだけど。14.3？ 自分で計算しろって。そうだな。自分で計算しろよな。人に計算しろって。っていうか俺、今計算機ないんで、携帯使えって。ちょっと待って。日銀法とかの救いはないのです。日銀は株を買うってこと？ETF の買いぐらいしかないでしょ。要するに、前日比なんだっけ 2% 以下だったら買うってやつ。ただ 2% だからね、オーバーナイトで 2% 動く結構大した動きですよ、それ。そこまで待つっていうのもね、痛々しい。でもさっきの売れてよかった。やばいことですよ、本当に。さあ、日経ラージさっき大きかったけど、809枚。200枚ぐらい売られてるっていう感じ。で、これトピックスの先物を、232枚買い越し。大して変わってねえんだよ。大して変わってないんだけど、相場が下行ってんだよ。だから、動きしやすいんだろうね。約定つけなくても、意外とプライスを、なんか動かせやすいっていうの？そういうメリットがあるんだね、トピックスって。14.289 はい。14.289 かける1922はここにスプレッドシートあるからそれ使えて。はい。1922かける 14.29 289まあいいや、29でいいや。27,465円。OK。
27,465 円がトピックスの1922に当たるとこです。ということは、27,465 円割ったら要注意ってことです。ということでしょ。まあ27,000の、27,500 円にストップがあるとしたら、そこで売られてもやっぱり2、30円のリスクっていうか、ブレがあったとしても、かろうじて470円で止まったりする時もあるよね。そこを割ったらやばいってことか。それなりにVIX上がってない。なるほど。だから、ラージはちょっとやる気ないみたいだね。ラージはもうそこそこもう来たんで、買っていいですっていう感じなのかな。ね。結構買いが入ってるっていう感じなんで。ラージはね、なんかちょっとこう、強気って感じだね。で、ミニが、あ、これじゃない。こっち。チャート的にこう、弱気なの。ミニを見ると、マイナスは839枚。ようこさんどうもありがとうございます。はい。そうですね。27,463。そう。だからそこを気にした方がいいですよってことです。反発収支。これでだから明日の雇用統計の数字がね、予想よりも悪かったら、このマーケットはもうパコーンと上がるんでしょうね。うわーっつって。でも上がったとこが絶好の売りのチャンスになるかな。長い目で見て。そういうのも気にしなきゃいけないから、なんかよくわかんないけど、ボラティティが高くなるのは確かだよね。そういうことを考えるとね。気をつけましょうということです。はい。じゃあ、ちょっとね、最後に、例の立ち上げが今日なんかでかいのあったかな。調べてみよう。ちょっと待って。すぐ買い戻し入るし、よくわかんないね。やっぱり明日の数字を見ないと、ね、今日動いてもしょうがないっていうことかな。which are nominal yields inclusive of inflation, which are just screaming tighter, and it's as I said, it's slamming the brakes on the real economy and the cost of capital for corporations as we move forward, and that's a negative for risk assets. Yeah, and on that point, Charlie, we're looking at the 30-year stateside now, 339. That's a move higher in yields, 9 basis points just in terms of nominal yields there at the long end. Charlie McElliott, Nomura Securities Managing Director for Cross Asset Strategy, thank you for those insights. Still ahead, frustrated by cancelled flights and airlines that do not seem to care. American carriers now seem to be bowing to the pressure. Details next. This is Bloomberg. We believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. This platform will help them share their ideas to reshape our world. Bold thinking, breakthrough action. Bloomberg New Economy Catalyst.
これ。ちょっと待ってね。写真撮って。見れるかな？これが今日のトピックスの立ち上がりです。多いね、やっぱりね。9月始まってから。シティがまたね、3190枚買ってんだよね。で、気になるのがこれだね。日光さんだね。売りと買いがあって、売りが4600枚の買いが3600枚っていうことは3600枚のクロスが入ったっていうことを考えれば、客との取引だね。どっちなんだろう。日光は日本の会社だから国内だと思うんだけど。これでいくとあれか。シティが買いで入ってたんで、日光も買いってことかな。さっきもの踏んで、客が売りかな。で、日光の売りが4600万円だからトータルだから、他にも客がいて、売りを膨らましてる。わかんないけど。なるほど。そういうふうに考えちゃうんだよね。だから、シティだから昨日と比べたらさ、追加で3000万やってんだよ。だから7000万やってんですよ。でかくねえかそれ。ねえ。なるほど。じゃあどうなの？いやー、ちょっとまた来週ね、結構また動くんじゃないのこれだと。日光の場合は日本の会社だからね、国内だと思うんだけどね。わかんないか。海外の客もいそうだね、日光なんて。もっと、あれだもんね、ソロモンでしょ？日光ソロモンだから。ソロモンですよ、先生。でかいですよ。あれか。最低外の解消ということも考えられるよね。株と先物で。ということで、ちょっと、マーケットはまあちょっとね、下げ渋って、また買い戻してますけども、なんか、コツンした気が。なんですか、コツンって。下げ渋ってますけども、先生。明日の雇用統計が悪いってことを期待してるんでしょうか。おお、急になんか、あれですね、なんかあれあっちが動いてるのはアメリカ株の方が動いてるんですかね。Because when you subscribe to Bloomberg, you won't just get news. You will get insight into limitless possibilities. Before you change the world, Bloomberg. ちょっとね、やっぱりこれ、ケルトナチャンネルの下行っちゃったからね、もう売られすぎは確かなんですよ。だから、まあ、おしめ買いでちょっと入ってるんでしょうかね。そうだと思いますけども、テクニカル的に買われてるっていう状況でしょうか。はい。あ、そっちの音ですね。何の音だろう。よくわかんないけど。まあそんな感じで、もう、なんでしょう。11時半になりますんで、一応1時間経ちましたんで、それでは今日は
この辺でですか。ありがとうございました。スペースの皆様。どうも。ドリームなんたらって方、どうもありがとうございます。エロハゲさんどうもありがとうございます。キチオさんどうも。コウセイさんどうも。24さんどうも。ありがとうございます。5ドル急騰してます。マジですか？ねえ。まあもう、切りないんで、私はもうこれでもうダウンです。お疲れ様です。明日は明日で、そうだから明日は、チョコさんどうもありがとうございます。明日はだから9時、できれば15分からやろうかな。ね、こういうトークなんで。放送ありがとうございます。お疲れ様です。どうもどうも。はい。MK さんありがとうございました。そっか。ずっと見てる人もいるわけですね。こうやってね。ありがとうございます。はい。とんでもないです。ありがとう。だから、忘れずに、トピックスは1922ね。で、日経の方は27465が、結構大事なところで、そこ下がっちゃうと危ないですよっていうことをね、ノートに書いておいてください。ということです。お疲れ様でした。はい、どうもどうもどうも。失礼します。じゃあ、スペースの方は、ここでマイクをミュートにしてフェードアウトします。どうもお疲れ様です。That has everything to do with the stocks down 3.6%, Nvidia down sharply more, saying that they warning around about 400 million of sales per quarter on new rules that the U.S. is imposing on certain chips being shipped to China. So lots of concerns there. Also, China locking down another city. So demand issues, and you can see crude oil, that lockdown in China weighing on